1ヶ月漁師生活16日目にして10キロのダイエットを早々にクリアしてしまったマサル。しかし用意されていたのはまさかの第2章。マサルには3つの伝説に挑んでもらうことに。1つ、自己最高記録25メートル潜水。2つ、10キロオーバーの GT の捕獲。3つ、10キロオーバーの磯マグロの捕獲。これら全てを達成すればなんと賞金100万円。マサルは全ての伝説を達成しきることができるのか。どうも、マサルです。漁師生活17日目第2章突入したんですけども、今日はね GT をね狙いに行こうかなと思ってたんですけども、とんでもなく雨が降っております。20ミリ降ってます。無理ですね。20ミリぐらい雨が降るとね、川からさ土砂みたいな、もうなんかコーヒー牛乳みたいな色のさ土が流れ込んでくるわけよ。でも表面がねめちゃめちゃ透明度悪くて何も見えなくなってるんですね。多分行っても無駄なんでね、無駄な労力やめましょうということで、今日は来たる GT 戦に向けてしっかりとした生活を整えようかなと思います。そして昨日取った霞味をさばいて健康な食事をしようと思います。とりあえずこの生活で野菜が不足しすぎてるんで野菜を買いに行きましょう。で今日はですね、島で採れた野菜を販売してる日の出市場っていうところがあるんですけど、そこにね野菜を買いに行こうと思います。結構ねこじんまりとした商店なんですけど、店主さんがねむっちゃんっていうんですけど、気さくな女性で面白いんでね、せっかくなんで会いに行きましょう。あんまりね野菜を使った料理は得意じゃないんですけど、野菜と魚を作った料理の方法とかもね教えてくれると思う。島んちの知恵を借りましょう。むっちゃんは出ても大丈夫ですか？もうなんか着れない洋服着てくれば。いやいや、もう全然綺麗です。醤油置いてくれてるんですよね。うん、ここにある。いや、もうそんな準備してくれたんですか？めっちゃ嬉しい。いやいやいや。島の魚も売ってます。島のものがたくさん置いてありますからね、ここ。これでかいゲソとか売ってあります。あと関門肌っていう釣りでよく釣れる美味しい魚がいるんですけど、これの冷凍とかもありますね。これ多分イスズミの干物ですね。これ美味しいですよ。これもう何かわかんないですけど、島魚の刺身ですね。これキハダマグロとなんだろうな、これが沖永良部島のソウルフードらしいです。俺あんまパン食わんから知らんかったな。初めて知った。これは今の俺の生活では食べられないな。太っちゃうわ。いろいろ売ってます。面白いんでね、ぜひ島に来た時は。今日はちょっと野菜買いに来たんですけど、なんかおすすめとかってあったりします？冬瓜ですか？冬瓜が希少化。冬瓜か希少化。希少化ってなんだろう？これ？希少化。希少。魚の味噌汁作ろうかなと思って。木綿と冬瓜と魚。豆腐は置いてるんでしょ？あります？木綿がいいらしいです。あと冬瓜買おうか。外に置いてあるやつめっちゃでかかった。これ見て。冬瓜800円。めちゃめちゃでかいです。でかくない？じゃあこれを買いましょう。パッションフルーツも買っておこう。あれさ、そうだいぶ使ってたんでしょ。いや、使い切らないですね。冬瓜さ、はい。半分して売ってないの。半分だけ買って帰るってことですか？私が半分買うって。あ、いいんですか？いいよ。半分でいい？そしたら分ける？半分こしていいんですか？いいよいいよ。やった。二人が良ければ全然 OK。はい。おお。こんな感じなんや。そうそうそう。で中の種取ってね。あ、真ん中は食べれないですね。うん、もう種は取らないといけない。はい。じゃあ半分こですね。よかったね。お会計おはいはい。願いします。 145円ですね。あ、そっか、半分になったからですね。あるね。からでははい、じゃあ55円の返しね。ありがとう。ありがとうございます。じゃあまた。はい、ありがとうね。はいありがとうございますはい、ありがとう。じゃがいもいらん。完全無農薬のなんだっけな。じゃがいもだから好きな時持って。これ持ってっていいですか？持っててうちのだから。ありがとうございます。大きいのがよければ大きいの持ってっていいから。やったみんなで食べてね。もう無料で生きていけるかもしれない。よし、主食はじゃがいもに決定やな。いやー、やっぱいい人だったね。なんかみんな一緒にいたお客さんのおばちゃんもいい人だったし、むっちゃんもねいい人だったしね、なんか島の温かさを感じるよね。ちなみに沖永良部空港からね結構近くなんで、皆さんぜひね行ってみてください。不定休ですけども。じゃあもう今日の料理は決まりましたね。冬瓜と霞味の味噌汁ですね。はい、ということで買い物に行ってきたんですけども、いた霞味がでかすぎるんで、こっちでね、さばいて、切り身にしてからあっちでね、料理していこうかなと思います。ということで本日はこちら、霞味っていう食材ですね。はい、こちらが霞味ですね。もう今回の目標魚種の一つ、ローニン味とシルエットはほとんど一緒ですね。種類もね、結構近いです。模様が特に綺麗ですよね。もう海の中でもね、このヒレの際のね、青い部分が見えて、もう一瞬でね、わかります。そしてアジというだけあって、ここに大きいゼイゴがありますね。ちょっと危ないぐらい硬いです。
ですね。でこれ結構でかいじゃん。こんだけでかくてもまだ5キロですからね。10キロオーバーの魚を狙ってるっていうのはもうやばいことだよね。マデラトビエ55キロだったけどね。とりあえずね、こちらをね3枚おろしにしていきましょう。はい、まずは鱗取りから。鱗取っても綺麗ですね、皮目が。はい、それでは頭を落としていきましょう。うわ、包丁が切れない。いやー、マダラトビエさばいた後やからもう包丁が全く切れないですね。よいしょ。お腹は何も入ってないですね。これが胃袋です。何も入ってないです。肝臓がすごい色してるな。でこれ白子なんですけども、多分ねこの白子ね縫製した後だと思いますね。時期的に。そしたら綺麗にしていきましょう。では血合いを取っていきます。はい、それでは3枚におろしていきましょう。そしたら反対側。そういえば忘れてた、ゼーゴを取らなきゃ。これ本当に硬いんですよ。よし、やりすぎた。こうやって包丁入れて、オッケー。じゃあ反対側、また反対側もゼーゴを取りましょう。よし、今度はうまくいった。よし、オッケー。この肩の湿布とか見てもらったら分かる通り、もう実は満身創痍なんですよ。右腕に来てる。水中銃って多分もう動画じゃ伝わらないと思うんですけど、反動がすごいわけ。もうこうやって撃ってパーンって、冗談抜きでこんな感じで反動が来るんで、それを水中でパーンって時力抜いてこうやって逃がしてるみたいな感じなんですけど、もう水中銃の撃ちすぎと栄養不足で完全に腱鞘炎になってますね。もう今包丁握るのすら嫌やもん。で肩もねマジで今めっちゃ壊してる。もうねだいぶガタが来ております。日本ではですね漁業権持ってないと水中銃使用することができないんですけども、水中銃初心者の人とかね、銃ってさこうやってさ見るイメージある。ここにさ顔つけて、でこうやってパーンって撃つの。撃ったらもう鼻の骨と前歯2本折れてみたいなことよくあります。そんぐらい反動でかいです。パーンってパーンって水中で鼻と歯が折れるっていう、そのぐらいの衝撃がねずっと右手に来てるわけですよ。ということでもうあんまりやりたくない作業なんですけども、ヒレをハサミで落としていきます。ではここをね綺麗にしていきます。はい、そしたらこちら頭も使っていきましょう。頭割ろうかなと思ったんですけど、もう手首が限界ですね。あと包丁が死んでます。切れません。もうダメだ。はい、それでは背骨も切っていきます。誰か握力をくれ。これも皮もねでかいんで切りました。かってえなこいつ。オッケー。はい、そしたらこちらアラをですね炙っていきます。網の上に乗せていきましょう。いやー、最初の方バーベキューコンロ生活してましたもんね。あれ薪拾いに行くのしんどかったわ。全部がしんどかったなあれ。オッケー。はい、じゃあ炙っていきましょう。味噌汁にするんですけど、やっぱ炙ってから味噌汁にするとね味がぐんと変わりますね。せっかくなんで美味しい味噌汁にしましょう。火が強い。もうこれだけでもうまそうなんよな。絶対うまいわ。これは香り付けなんでね、中まで火通す必要はないですね。はい、それでは血合い骨を落としていきましょう。
味噌汁用に切っていきましょう。でかいなにしても。ちなみに魚はですね、このぐらいの状態でねプレゼントされるとね喜ばれるんですけど、基本的にはなるべく皮つけたまま何も切らない方が鮮度持ちます。っていうのもね、魚の身って空気に触れるとすごい生臭くなるんですよ。なんでなるべく空気に触れないように、あと臭いもの、血とか内臓とかを除去した状態で保存した方が長く持ちます。こんぐらいの大きさの魚だったら、切り身だったら賞味期限2日、三枚おろしする前の状態だったら賞味期限6日ぐらいいける。そんぐらい変わってきます。一旦食べる分だけ切り身にしときました。じゃあ切り身もね炙っていきます。油なかったら油なかったで上品な感じになるんですけど、今はパンチのある味が食べたい。おい、オッケー。はい、それでは部位に分かれましたということで、家に戻って味噌汁を作っていきましょう。やっぱり保存をね効かすと言ったらジップロックでしょということでね、ジップロック買ってきました。もうなんだかんだね、毎回素潜りに行った後に魚さばいてそこから料理するっていうのがね結構しんどいから、家に帰ったら料理ができてるという状態をね作りたいよね。で、今までねもう手洗いで水で洗ってたんですけど、はい、こちら洗剤とスポンジもね買ってきました。で、今回ねかなり食材が充実しましたね。もうこれであと10日しのごうとは別にしのげるぐらいの。てか日の出市場はむっちゃん面白くない？いやいや、もう全然綺麗です。お客さんのおばちゃんも面白かったけどね、冬瓜半分こしようよって。半分だけ買って帰るってことですか？私が半分買うって。初対面の俺にいきなり言ってくれるってね、なんかね、これ島の温かさがね、これはいいところなんですよ。受けた恩はね倍に返すというモットーでやっておりますから、じゃがいもを無料でもらったのであれば当然のごとくもらってるより男じゃないよね。はい、ということで霞味をね明日の朝プレゼントしに行きましょう。多分喜んでくれるはず。はい、それではね、島のおばあと半分こにした冬瓜を料理していきます。初冬瓜です。冬瓜のさばき方はネットで見たんで分かります。あ、包丁がちっちゃい。そして重たいにしてもでかい野菜やな。ちなみにこの冬瓜切らなかったら常温で半年ぐらいね持つらしいです。なんで今6月なんですけども、この時期からすでに正月用の冬瓜を買って帰る人がいるぐらいですって。面白い食材ですよね。でももう一度切れ目を入れてしまうと結構すぐ腐っちゃうらしい。この冬瓜の半分はお母様に献上しようかな。で、冬瓜の調理は簡単ですね。種をこうやって取っていく。そして皮を取っていく。これ包丁は切れないから簡単じゃないわ全然。これがね可食分みたいです。で、これを切って茹でればもう美味しいらしい。これをひたすらやっていきましょう。種をねどのぐらい取ればいいのかってのも分かんない。まあ視聴者がコメントで教えてくれるでしょう。コメント待ってます。冬瓜に詳しい人コメントください。もう慣れてきたぞ。切れない包丁の扱いが分かってきた。ちなみに島ではね、味噌汁のことをね、おつゆって言うんですよね。なんかおつゆって可愛くない？なんか俺すごい好きな表現なんだよね。味噌汁じゃなくておつゆ。なんかおつゆって言われたらさ、なんかすっごい美味しそうに感じるの、俺だけ。おつゆ作ってあげたよって言われたら、ああ、おつゆか。いいねーって思っちゃう。半分の量でこれはちょっとえぐいな。確かに一人では到底食べきれないね。今4分の1なんで1個丸まんまってこれの4倍ってことよ。やばすぎない？お母様に献上するしかないじゃん。はい、もう半分ですね。よし、冬瓜剥き終わりました。いや、バカみたいに量あるな。ちょっとあんまりにも量が多いんで3つは母親に献上しましょう。汁物好きやからね、多分喜んでくれるはず。じゃあ最後にね、むっちゃんにあげる用の魚を切っておきましょう。まあそんなにもらっても困ると思いますからね。こんぐらい皮も引いといてあげましょう。しっかり水気を取って、もう一発するな。一応
一応酸化しないようになるべく空気を抜いておきます。 OK、こういう時のためのジップロックですね。そしたら冬瓜を一口大に切っていきましょう。冬瓜ってどんな味するんやろ。うわ、味のしないスイカみたいな味がする。はい、そしたらここに水を入れていきます。多分冬瓜で水がかなり出るんでそんな入れなくていいです。じゃあここに冬瓜をぶち込んでいく。入るか。もうこれ究極の痩せ飯でしょ。よいしょ。それでは着火。蓋があればいいんだけどな。処理がいいからあんまりアクが出ないですね。もっとアクだらけになると思ったんですけども全然です。おー、魚もすごいね。冬瓜ってちっちゃくならないんだね。なんかちっちゃくなるかと思ってた。入れすぎだろ冬瓜。はい、そしたらね煮えてきたんで味噌汁にしましょう。これ相当の味噌いるでしょ。こんぐらいいるんじゃない。一回作ってしまえばねこれ毎晩食べれますからね。プロテイン味噌汁、これもう原料食しか入ってないからね。これだけ食ってたら絶対痩せれるもん。でこっからね取れていく魚をいろんな魚を入れていって魚介の味をどんどん凝縮していくと。伊勢海老が禁漁じゃなかったらな、伊勢海老も入れてさ伊勢海老味噌汁っていう最強の味噌汁ができてたのに残念だ。ちなみに僕は今回素潜りで伊勢海老と夜光貝が取れない状況なんですけど、基本的に素潜り漁師の収入は伊勢海老と夜光貝です。魚はなんかおまけみたいなもん。伊勢海老があるかないかで収入が3倍か4倍ぐらい変わってくると思います。だから伊勢海老シーズンはもっと稼げます。そんなに渋くないです。魚だけだとねやっぱ渋いんですよ。おっ、うまそうやなこれ。ちょっと飲んでみよう。スープはどんな味でしょう。うわー、うまー。ちょっと塩辛いぐらいやけどうまいわ。うわー、うまっ。俺もう今決めました。魔法瓶買います。海上がった後この熱々の味噌汁を飲みたい。これ最高でしょ。魔法瓶買おう。完璧なアイディアだ。うわ楽しみやな。はい、そしたらお豆腐を入れましたら完成ですね。熱い。はい、ということで完成ですね。まともな皿がないので飯盒に入れましょう。うわー、よし、いいね。魚もちょっと欲しいな。下に埋没してますから。はい、ということで完成しました。霞味と冬瓜の味噌汁、そして前に炊いたご飯の余りです。というわけでですね、今日からねケトジェニックダイエットやめます。ケトね結構しんどい。でもうねそんな体重を落とす必要もないんで、ローファット、若干脂質を抑えてタンパク質多めの食事をねとっていこうと思います。もう普通に飯食ってくね。うわこれはうまいやろ。うまいね。うわー、やっぱ炙ったことによってもうパンチが違う。でちょっとね辛めに作ってるんでご飯も合いますね。で気になるのはこのスープの味よ。熱っ。うわー、スープがうめえ。魚の味がもうめちゃめちゃ効いてる。でもねちょっとね香りがあるな。霜降りしてそっから炙ってもよかったかもね。ちょっと反省で冬瓜がどんな味なんやとこんなんなりました。ふにゃふにゃな。むっちゃ柔らかい。茹でたかぶって感じ。そんな味があるもんでもないんで、魚の旨味が凝縮した味噌汁のスープを吸って美味しくなって冬瓜美味しいわ。ということでごちそうさまでした。霞味ね、普通に味噌汁もうまいわ。はい、ということで17日目が終わりますね。もう最初いつこの企画終わるんやろうと思ってましたが、あと13日のみですね。13日であの目標を達成できるのかどうか、これはねいやーなかなかハードなんですけども、明日はですね天気がいいんで明日ガチで GT をね狙いに行きます。 GT が来たら絶対に取ります。そんぐらいのねモチベーションでいきます。 GT かかってこいと言ったところですね。でそして明日はですね、なんか俺今意外とお金持ってることに気づいた。散財しよう。まず机買います。そして魔法瓶買います。そしてあと人間のもう文明の利器、電子レンジ、この3つをね購入していきます。金さえあれば普通の生活に戻れるんだ。ということで明日はね買い物して GT も取りましょう。